皆さん、こんにちは。ひなです。いつもポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは JLPT N3 から N2 レベルぐらいの日本語学習者の皆さんに向けて話しています。日本語を勉強している人はぜひ最後まで聞いてみてください。トランスクリプトはパトレオンでダウンロードできるので、そちらもぜひチェックしてみてください。さて、今日は情報を信じすぎないでというテーマでお話ししたいと思います。皆さんは何か大事なことを決めるときや新しいことを始めるとき、どうやって決めていますか？家族や友達に相談しますか？それとも自分でインターネットや SNS で調べますか？私はまず自分で調べるタイプです。そしてわからないことや不安なことがあったら誰かに相談したり、経験した人の話を聞いたりします。その後自分でこれなら大丈夫かなと思える答えを探します。皆さんはどうでしょうか？私はもう20歳を超えているので、日本では大人です。でも大人って本当に毎日たくさんのことを自分で決めなければなりませんよね。何を買うか、どこへ行くか、どんな仕事をするか、誰と関わるか。毎日小さいことから大きいことまで自分で決めています。特に今私は初めての場所で生活しているので、知らないことが本当に多いです。近くに昔からの友達や家族がいるわけではないので、これどうしたらいいんだろうと困ることもあります。でも、誰にでも相談できるわけではありませんよね。だから結局は自分で情報を集めて自分で決めることになります。そこで私はよく SNS やインターネットで口コミを調べます。口コミっていうのは実際に経験した人の感想ですね。これはとても参考になるので、いつも信用できそうだなぁと思いながら見ています。でも最近、もしかしたら情報を信じすぎるのも危ないのかもしれないと思った出来事がありました。今日はその経験について話したいと思います。私は今外国で生活しているので、普段からわからないことがたくさんあります。だから何かをするときはできるだけ失敗しないように、まず調べてから行動するようにしています。時間も限られているし、せっかく外国にいるので、いろいろな経験をしたいと思っています。だから効率よく時間を使いたいんですね。でも、情報の調べ方って一つではありませんよね。例えば、私は外国にいるので、日本人の情報だけではなく、現地の人、その国の人の情報も調べるようにしています。現地の人がどう思っているのかを知りたいからです。だから、まず外国語で調べて、その後日本語でも調べます。そしていろいろな情報を比べながら、自分にはどれが合いそうかなと考えています。だから、一つのことを決めるだけでもかなり時間がかかります。最近特によく調べていたのは、美味しいレストランやカフェについてです。私はお店を探すとき、評価の星の数だけではなくて、どのくらいの人がコメントを書いているかも見ています。
それからいいことだけではなく、悪いこともちゃんと書いてあるかを確認しています。なぜかというと、いいことしか書いていない場合、お店に頼まれてコメントを書いている可能性もあるからです。それで、今回、ここは本当に人気がありそうだなと思ったお店を見つけて、実際に行ってみました。そして料理を食べてみたんですが、確かに美味しかったです。でも、正直に言うと、コメントに書いてあるいいコメントほど美味しいという感じではありませんでした。私は日本の料理を食べて育っているので、やっぱり自分の慣れている日本の味の方が好きなんですよね。でも、一緒に行った人はすごく美味しいと言っていました。その人も私と同じ日本人です。その時に、他の人の感想はその人の感想なので、みんなが同じように感じるわけではないんだなぁと思いました。つまり、どんなに評価が高くても、世界中の全員がいいと思うわけではないんですよね。でも、だからといって、何も調べずに新しいことを始めるのは危険です。知らないまま行動すると失敗することもあります。だから、もちろん調べることは大切です。ただ、調べた情報を100%信じるのではなく、そういう考えもあるんだな、そう感じる人もいるんだなと思いながら見ることが大事なんじゃないかなと思いました。その上で自分はどうしたいのかを考えて自分で決めることが大切なんですよね。実はこれってレストランの口コミだけじゃなくて世界中のニュースでも同じことが言えると思うんです。最近いろいろな国で大きなニュースがありますよね。悲しい出来事やびっくりするようなニュースもあります。でも、そのニュースについて話している人は、もしかしたらその出来事を直接経験していない人かもしれません。それに外国語のニュースを日本語に翻訳するとき、日本語に変えるときですね。その時に少し意味やニュアンスが変わってしまうこともありますよね。例えば強い言い方が柔らかくなったり、逆に普通の言葉が少し怖く聞こえたりすることもあります。そうすると国によって受け取り方が変わることもあるかもしれません。だから最近私は強く思うようになりました。最近は AI がすごく発達しているので、もう外国語を勉強しなくてもいいんじゃないという意見もありますよね。確かに翻訳もすぐできますし、外国語がわからなくてもほとんどの AI が助けてくれます。でも、人と人の会話には AI だけではわからない気持ちや文化の考えが入っていると思うんです。同じ言葉でも国によって意味が違ったり、言い方によって優しく聞こえたり、冷たく聞こえたりしますよね。それは実際にその国の言葉を勉強して人と話してみないとわからない部分も多いと思います。だからこそ情報をそのまま信じるのではなく、自分でいろいろな人の話を聞いて、たくさんの情報を整理して自分で考えることが大事なんだと思います。だから私はどんなに AI が発達しても外国語の勉強を続けたいです。そして
日本語を教える仕事もこれからも続けたいと思っています。なぜなら言葉の勉強はただの勉強ではなくて、人と人をつなぐものだと思うからです。言葉を勉強すると、その国の文化や考え方もわかるようになります。そして相手の気持ちも少しずつ理解できるようになります。それってすごく面白いことですよね。皆さんはどう思いますか？インターネットの情報や SNS を見て、本当にそうなのかなと思った経験はありますか？それから外国語を勉強してよかったなと思った経験もあれば、ぜひ教えてください。コメントで待っています。それでは今日はここまでです。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。